今日も一日お疲れ様でした。今日ね、いろいろあったよっていう人も、今日はお休みだったよっていう人も、皆さんゆっくり眠れるように読み聞かせをしていこうと思います。もちろん、無理に眠ろうとしなくて大丈夫ですからね。少しでも休息のお手伝いになれば幸いです。それでは、ゆっくりと目を閉じて、おやすみなさい。人の嫁になった猫。昔々、あるところに一人のお百姓さんがいました。毎日田畑へ出て一生懸命に働きますが、ちっとも暮らしが楽になりません。そのため、もう40歳を過ぎているのに、嫁さえもらうことができないのです。さて、そのお百姓の隣に住んでいるのは、村一番の長者で、蔵には米俵が山のように積んでありました。いくら贅沢をしても困らないのに、この長者はひどいケチで、家で飼っていた一匹のメス猫にさえ、近頃は飯を食いすぎる、と言って家から放り出してしまったのです。お百姓さんが寝ていると、夜中に家の外で猫の鳴き声がします。気になって戸を開けてみたら、長者の家の猫が寒そうに震えているではありませんか。どうした？こんなところにいると凍え死んでしまうぞ。お百姓さんは猫を抱えて家に入ると、汚れた体を拭いてやり、自分の布団の中へ入れてやりました。次の日、長者の家へ猫を届けに行くと、そいつはもう私の家の猫でない。というので、お百姓さんは仕方なく自分で飼うことにしたのです。お百姓さんは何でも猫と分け合って食べ、まるで自分の子供のように可愛がりました。嫁のいないお百姓さんは、ある晩、猫を膝に乗せながら独り言を言います。もしお前が人間だったらな、俺が畑へ出ている間に家で麦の粉をひいてくれたら、どんなに暮らしが楽になるか。すると猫は嬉しそうに、にゃーと鳴きました。おや、お前はわしの言葉がわかるのか？いや、そんなはずはない。お百姓さんはいつものように猫を懐に抱いて寝ました。さて、次の日の夕方、お百姓さんが畑から戻ってくると、明かりもないのに家の中からゴロゴロと石臼を引く音が聞こえてきます。不思議に思って中を覗いてみたら、なんと猫が石臼で麦をひいているではありませんか。お前、本当にわしの言うことがわかるのか？いや、ありがとう。お百姓さんは喜んで、その粉で団子を作り、猫と一緒に食べました。それからというもの、お百姓さんのいないときはいつも猫が石臼を引いてくれるので、お百姓さんはとても助かりました。
ある晩、お百姓さんがいろりに当たっていると、そばにいた猫が突然人間の言葉をしゃべったのです。おかげさまでとても幸せな毎日が送れます。でも、このままでは石臼しか引くことができません。この上は人間になって、あなたのためにもっと尽くしたいと思います。お百姓さんは優しく猫の顔を見て言いました。ありがとう。でも、粉をひいてくれるだけで十分だ。お前がいるおかげで、ちっとも寂しくない。どうか、わしのところにずっといておくれ。すると猫は涙を流しながら言いました。私はなんて幸せ者でしょう。長者さんはお金持ちでも、私をちっとも可愛がってはくれませんでした。それなのにあなたは、お願いです。私をお伊勢参りに行かせてください。必ず人間になって戻ってきますから。それを聞いたお百姓さんは、この猫がますます可愛くなりました。よし、わかった。行っておいで。お百姓さんが猫のために、なけなしのお金を袋に入れて、首に結びつけてやると、猫は喜んで家を出て行きました。それからしばらくして、猫は無事にお伊勢さんへ着くことができました。猫は神様のいる社の前へ行き、手を合わせて言いました。神様、どうか私を人間にしてください。私を可愛がってくれる人のためにもっともっと尽くしてあげたいのです。するとどうでしょう。猫はいつの間にか美しい人間の娘になっていたのです。人間になった猫は大喜びでお百姓さんの待つ家へ戻っていきました。お百姓さんが持たせてくれたお金のおかげで安い宿屋に泊まることもできました。お百姓さんは美しい娘を見て、これがあの猫とはどうしても思えません。お前、本当に人間になれたのか？はい、神様のおかげですっかり人間に変わりました。もう二度と猫に戻ることはありません。そこでお百姓さんは人間になった猫と夫婦になりました。きれいで優しい猫の嫁は家の仕事から畑仕事まで人間以上に働きます。おかげでお百姓さんは隣の長者をしのぐ長者となり、いつまでも幸せに暮らしたということです。おしまい。おんぶお化け。むかしむかし、とても臆病だけど、心優しい男が山道を歩いていると、どこからともなく怖い声がします。おんぶしてくれ、おんぶしてくれ。やー、お化けだ。男が逃げても逃げても、お化けの声はどこまでも追いかけてきます。おんぶしてくれ、歩けなくて困ってるんだ。頼む。その声を聞いて、男はお化けがかわいそうになりました。わかった。
おんぶして欲しければおぶされ。すると男の背中にお化けがずしんと乗っかりました。重てえ。お化けってものはもっと軽いものだと思っていたが、まあ仕方ない。しっかり捕まったか？行くぞ。男は目をつぶって一目散に帰りました。男は何とか家に着きましたが、背中の重いお化けは乗っかかったままです。もう下ろすぞ。男が恐る恐る背中のものを下ろしてみると、なんとそれは小判がぎっしりと詰まった大きな壺だったのです。その時、どこからかお化けの声が聞こえてきました。ありがとう。人に使われて喜ばれるために生まれてきたのに、もう何十年も山に捨てられたままだったんだ。どうか大事に使っておくれ。おんぶお化けの正体は山に捨てられた小判だったのです。こうして臆病だけど心優しい男は小判を上手に使ってお金持ちになりました。おしまい。まんじゅう怖い。町内の若い者が2、3人寄り集まっておしゃべりをしていますと、痩せた青白い顔の男が、はあ、はあ、と息を切らせて飛び込んできました。た、助けてくれ。男はガタガタと震えております。どうしたどうした。みんなが男を取り囲んで聞きますと、男は、後ろからまんじゅう売りがやってくる。ん？実は、俺はまんじゅうがどうしても怖くて怖くて、早くどこかへ隠してくれ。というので、ひとまず物置に隠してやりましたが、いたずら好きの一人が、どうもおかしなやつな、一ついたずらをしてやろうじゃないか。早速まんじゅう屋からまんじゅうを買い、お盆に山盛りに積んで物置の中へ入れると、戸をぴしゃりと閉めて押さえてしまいました。しかし、しばらく経っても音一つしません。さては怖がって気を失ったかなと戸を開けてみると、中の男はまんじゅうを残らず食べてしまい、口の周りのあんこをベロベロ舐めています。あれ、お前を脅かしてやろうと思ったのに、食っちまうとはどこが怖いんだ。と言うと、男は、今度はお茶が怖い、お茶が怖い。おしまい。ネズミの相撲。むかしむかし、あるところに貧しいけれど心の優しいおじいさんとおばあさんがいました。ある日のこと、おじいさんがいつものように山へ行くと、あっけよい、残った、という声が聞こえてきます。
はて何の声だろう。おじいさんが覗いてみると、2匹のネズミが相撲をとっていました。あれはうちの痩せネズミと金持ちの家の太っちょネズミだ。おじいさんの家に住んでいる痩せネズミは力がないため、何度やっても太っちょネズミに負けてしまいます。おじいさんは家に帰ると、おばあさんにネズミの相撲話をしました。あれじゃあかわいそうだ。なんとかしてうちの痩せネズミに勝たせてやりたいね。するとおばあさんが、それじゃあうちの痩せネズミにお餅を食べさせてやりましょうよ。きっと力がつきますよ。そうじゃ、それがええ。おじいさんとおばあさんは早速お餅をついて、痩せネズミの住んでいる穴に転がしてやりました。さて、次の日、痩せネズミと太っちょネズミはまた相撲を取りました。でも、今日はおじいさんの家の痩せネズミが何度やっても相撲に勝つのです。不思議に思った太っちょネズミが痩せネズミに尋ねました。痩せネズミくん、どうして急に強くなったんだい？痩せネズミは得意そうに言いました。へへ、実はね、昨日おじいさんとおばあさんがお餅をくれたんだ。だから力が強くなったんだよ。いいな。僕の家はお金持ちだけど、ケチだからお餅をついてくれないんだ。それならうちへおいでよ。おじいさんはきっと今夜もお餅をついてくれるから、君にも半分分けてあげるよ。本当に嬉しいな。それを聞いたおじいさんは、2匹分のお餅をネズミの穴に入れてやり、おばあさんは2匹のネズミに小さな回しを縫ってあげました。家に帰った2匹のネズミは、お餅と回しを見つけて大喜びです。喜んだ太っちょネズミは、お土産に持ってきた小判をおじいさんとおばあさんにあげたので、おじいさんとおばあさんはお金持ちになりました。貧しくても優しい心を持って人に親切にしてあげれば、いつかきっと幸せがやってきます。おしまい。若さまは一人。むかしむかし、彦一というとても賢い子供がいました。その噂は隣近所の町や村にまで広がり、とうとうお城の殿様の耳にまで入りました。そんなに利口なら一つとんちの力試しをしてやろう。こうして彦一はお城に呼ばれたのです。彦一がお城の大広間でかしこまっていると、やがて現れた殿様が言いました。そちが巷で評判の彦一じゃな。苦しゅうない表をあげい。ほほう、利発そうな顔をしておるな。ところで世にもお前くらいの若が一人おる。その方、これから若の遊び相手をしてやってくれ。
殿様はこう言った後、家来の者に若様を呼びに行かせました。やがて襖が開いて、一人、二人、三人、四人、五人と同じ着物を着た子供がぞろぞろと入ってきました。着物だけではありません。五人とも兄弟のように顔がよく似ています。どうじゃ彦一、お前に本当の和歌が当てられるか？さあ、噂に聞く知恵で見事当てたら褒美を使わすぞ。周りにいた家来でさえ若様を当てる自信がありません。それを若様を見たことのない子供が見ただけでわかるはずがないと、殿様は得意顔です。さあどうだ、無理なら無理と正直に言うがよい。ところが彦一はニコニコしながら言いました。どの子も同じように見えますね。しかし、私には本物の若様はちゃんとわかります。本物の若様は手習いの跡と見えて、手に墨がついていますよ。この言葉につられて、本物の若様は自分の手を見て、他の子供はそれを覗き込みました。ところが、どこを探しても墨はついていません。殿様、そのお方が若様です。彦一の賢さに、殿様はすっかり感心して、これは参った、約束通り褒美を使わそう。こうして彦一は山のような褒美をもらうことができたのです。おしまい。3枚のお札。むかしむかし、ある山寺の小坊主が栗拾いに行きたくなりました。和尚さん、山へ栗拾いに行ってもいいですか？小坊主が聞くと、和尚さんは答えました。栗拾いか、しかし山には鬼ババが出るぞ。でも、小坊主がどうしても行きたいとだだをこねるので、和尚さんは3枚のお札を渡して、困ったことがあったら、このお札に願いをかけなさい。きっとお前を助けてくれるじゃろう。と、小坊主を送り出しました。小坊主は山に入ると、あるわあるわ、大きな栗がたくさん落ちています。小坊主が夢中で栗拾いをしていると、突然目の前に鬼ババが現れました。うまそうな坊主じゃ、家に帰って食ってやろう。小坊主は身がすくんでしまい、叫ぶことも逃げ出すこともできません。そしてそのまま鬼ババの家へ連れて行かれました。恐ろしさのあまり、小坊主が小さくなっていると、鬼ババは牙をむいて大きな口を開けました。大変だ、食われてしまうぞ。小坊主はそう思うと、とっさに、うんちがしたい、と言いました。何？うんちだと？
ふむ、あれは臭くてまずいからな。仕方ない。早く行って出してこい。鬼ババは小坊主の腰に縄をつけて便所に行かせてくれました。中に入ると小坊主は早速縄をほどき、それを柱に結びつけるとお札を貼り付けて、お札さん、俺の代わりに返事をしておくれ、と言いつけると窓から逃げ出しました。坊主、うんちはまだか？するとお札が答えました。もう少し、もう少し。しばらくして鬼ババがまた聞きました。坊主、うんちはまだか？もう少し、もう少し。またしばらくして鬼ババが聞きましたが、もう少し、もう少し、と同じことを言うので、もう我慢できん、早く出ろ、と言って便所の扉を開けてみると、中は空っぽです。ぬぬ、よくも一杯食わせたな。待て。鬼ババは叫びながら夜道を走る小坊主を追いかけていきました。それを知った小坊主は2枚目の札を取り出すと、川になれ、と言って後ろに投げました。すると後ろに川が現れて、鬼ババは流されそうになりました。けれど鬼ババは大口を開けると、川の水をガブガブと飲み干して、また追いかけてきます。小坊主は3枚目の札を出すと、山火事になれ、と言って後ろに投げました。すると後ろで山火事が起きて、鬼ババを当選棒しましたが、鬼ババはさっき飲んだ川の水を吐き出すと、瞬く間に山火事を消してしまいました。鬼ババはまた追いかけてきます。小坊主は命からがらお寺にたどり着くと、和尚さんに助けを求めました。和尚さん、助けてください。鬼ババです。だからやめておけと言ったのじゃ。まあ、任せておけ。和尚さんは小坊主を後ろに隠すと、追いかけてきた鬼ババに言いました。鬼ババよ、わしの頼みを一つ聞いてくれたら、坊主をお前にやるが、どうだ？と持ちかけました。いいだろう、何が望みだ。聞くところによると、お前は山のように大きくなることも、豆粒のように小さくなることもできるそうだな。ああ、そうだ。よし。では、豆粒のように小さくなってくれや。お安いご用。鬼ババは答えて体を小さくすると、豆粒のように小さくなりました。和尚さんはその時、すかさず鬼ババを餅の中に丸め込むと、一口で飲み込んでしまいました。おほほほ、ざっとこんなもんじゃい。腹が痛いな、ちと便所に。和尚さんが便所でうんちをすると、うんちの中から
たくさんのハエが飛び出してきました。ハエは鬼ババが生まれ変わって日本中に増えていったものだそうです。おしまい。人の嫁になった猫。むかしむかし、あるところに一人のお百姓さんがいました。毎日田畑へ出て一生懸命に働きますが、ちっとも暮らしが楽になりません。そのため、もう40歳を過ぎているのに、嫁さえもらうことができないのです。さて、そのお百姓の隣に住んでいるのは、村一番の長者で、蔵には米俵が山のように積んでありました。いくら贅沢をしても困らないのに、この長者はひどいケチで、家で飼っていた一匹のメス猫にさえ、近頃は飯を食いすぎる、と言って家から放り出してしまったのです。お百姓さんが寝ていると、夜中に家の外で猫の鳴き声がします。気になって戸を開けてみたら、長者の家の猫が寒そうに震えているではありませんか。どうした？こんなところにいると凍え死んでしまうぞ。お百姓さんは猫を抱えて家に入ると、汚れた体を拭いてやり、自分の布団の中へ入れてやりました。次の日、長者の家へ猫を届けに行くと、そいつはもう私の家の猫でない。というので、お百姓さんは仕方なく自分で飼うことにしたのです。お百姓さんは何でも猫と分け合って食べ、まるで自分の子供のように可愛がりました。嫁のいないお百姓さんは、ある晩、猫を膝に乗せながら独り言を言います。もしお前が人間だったらな、俺が畑へ出ている間に家で麦の粉をひいてくれたら、どんなに暮らしが楽になるか。すると猫は嬉しそうに、にゃーと鳴きました。おや、お前はわしの言葉がわかるのか？いや、そんなはずはない。お百姓さんはいつものように猫を懐に抱いて寝ました。さて、次の日の夕方、お百姓さんが畑から戻ってくると、明かりもないのに家の中からゴロゴロと石臼を引く音が聞こえてきます。不思議に思って中を覗いてみたら、なんと猫が石臼で麦をひいているではありませんか。お前、本当にわしの言うことがわかるのか？いや、ありがとう。お百姓さんは喜んで、その粉で団子を作り、猫と一緒に食べました。それからというもの、お百姓さんのいないときはいつも猫が石臼を引いてくれるので、お百姓さんはとても助かりました。ある晩、お百姓さんがいろりに当たっていると、そばにいた猫が突然人間の言葉をしゃべったのです。おかげさまでとても幸せな毎日が送れます。でも、このままでは石臼しか引くことができません。
この上は人間になって、あなたのためにもっと尽くしたいと思います。お百姓さんは優しく猫の顔を見て言いました。ありがとう。でも、粉をひいてくれるだけで十分だ。お前がいるおかげで、ちっとも寂しくない。どうか、わしのところにずっといておくれ。すると猫は涙を流しながら言いました。私はなんて幸せ者でしょう。長者さんはお金持ちでも、私をちっとも可愛がってはくれませんでした。それなのにあなたは、お願いです。私をお伊勢参りに行かせてください。必ず人間になって戻ってきますから。それを聞いたお百姓さんは、この猫がますます可愛くなりました。よし、わかった。行っておいで。お百姓さんが猫のために、なけなしのお金を袋に入れて、首に結びつけてやると、猫は喜んで家を出て行きました。それからしばらくして、猫は無事にお伊勢さんへ着くことができました。猫は神様のいる社の前へ行き、手を合わせて言いました。神様、どうか私を人間にしてください。私を可愛がってくれる人のためにもっともっと尽くしてあげたいのです。するとどうでしょう。猫はいつの間にか美しい人間の娘になっていたのです。人間になった猫は大喜びで、お百姓さんの待つ家へ戻っていきました。お百姓さんが持たせてくれたお金のおかげで、安い宿屋に泊まることもできました。お百姓さんは美しい娘を見て、これがあの猫とはどうしても思えません。お前、本当に人間になれたのか？はい、神様のおかげですっかり人間に変わりました。もう二度と猫に戻ることはありません。そこでお百姓さんは人間になった猫と夫婦になりました。きれいで優しい猫の嫁は家の仕事から畑仕事まで人間以上に働きます。おかげでお百姓さんは隣の長者をしのぐ長者となり、いつまでも幸せに暮らしたということです。おしまい。おんぶお化け。むかしむかし、とても臆病だけど、心優しい男が山道を歩いていると、どこからともなく怖い声がします。おんぶしてくれ、おんぶしてくれ。やー、お化けだ。男が逃げても逃げても、お化けの声はどこまでも追いかけてきます。おんぶしてくれ。歩けなくて困ってるんだ。頼む。その声を聞いて、男はお化けがかわいそうになりました。わかった。おんぶして欲しければ、おぶされ。すると男の背中にお化けがずしんと乗っかりました。重てえ。お化けってものはもっと軽いものだと思っていたが、まあ仕方ない。
しっかり捕まったか？行くぞ。男は目をつぶって一目散に帰りました。男は何とか家に着きましたが、背中の重いお化けは乗っかかったままです。もう下ろすぞ。男が恐る恐る背中のものを下ろしてみると、なんとそれは小判がぎっしりと詰まった大きな壺だったのです。その時、どこからかお化けの声が聞こえてきました。ありがとう。人に使われて喜ばれるために生まれてきたのに、もう何十年も山に捨てられたままだったんだ。どうか大事に使っておくれ。おんぶお化けの正体は山に捨てられた小判だったのです。こうして臆病だけど心優しい男は小判を上手に使ってお金持ちになりました。おしまい。まんじゅう怖い。町内の若い者が2、3人寄り集まっておしゃべりをしていますと、痩せた青白い顔の男が、はあ、はあ、と息を切らせて飛び込んできました。た、助けてくれ。男はガタガタと震えております。どうしたどうした。みんなが男を取り囲んで聞きますと、男は、後ろからまんじゅう売りがやってくる。ん？実は、俺はまんじゅうがどうしても怖くて怖くて、早くどこかへ隠してくれ。というので、ひとまず物置に隠してやりましたが、いたずら好きの一人が、どうもおかしなやつだ、一ついたずらをしてやろうじゃないか。早速まんじゅう屋からまんじゅうを買い、お盆に山盛りに積んで物置の中へ入れると、戸をぴしゃりと閉めて押さえてしまいました。しかし、しばらく経っても音一つしません。さては怖がって気を失ったかなと戸を開けてみると、中の男はまんじゅうを残らず食べてしまい、口の周りのあんこをベロベロ舐めています。あれ、お前を脅かしてやろうと思ったのに、食っちまうとはどこが怖いんだ。と言うと、男は、今度はお茶が怖い、お茶が怖い。おしまい。ネズミの相撲。むかしむかし、あるところに貧しいけれど心の優しいおじいさんとおばあさんがいました。ある日のこと、おじいさんがいつものように山へ行くと、はっけよい、残った残った、という声が聞こえてきます。はて、何の声だろう。おじいさんが覗いてみると、2匹のネズミが相撲をとっていました。あれはうちの痩せネズミと金持ちの家の太っちょネズミだ。
おじいさんの家に住んでいる痩せネズミは力がないため、何度やっても太っちょネズミに負けてしまいます。おじいさんは家に帰ると、おばあさんにネズミの相撲話をしました。あれじゃあかわいそうだ。なんとかしてうちの痩せネズミに勝たせてやりたいね。するとおばあさんが、それじゃあうちの痩せネズミにお餅を食べさせてやりましょうよ。きっと力がつきますよ。そうじゃ、それがええ。おじいさんとおばあさんは早速お餅をついて、痩せネズミの住んでいる穴に転がしてやりました。さて、次の日、痩せネズミと太っちょネズミはまた相撲を取りました。でも、今日はおじいさんの家の痩せネズミが何度やっても相撲に勝つのです。不思議に思った太っちょネズミが痩せネズミに尋ねました。痩せネズミくん、どうして急に強くなったんだい？痩せネズミは得意そうに言いました。えへへへ、実はね、昨日おじいさんとおばあさんがお餅をくれたんだ。だから力が強くなったんだよ。いいな。僕の家はお金持ちだけど、ケチだからお餅をついてくれないんだ。それならうちへおいでよ。おじいさんはきっと今夜もお餅をついてくれるから、君にも半分分けてあげるよ。本当に嬉しいな。それを聞いたおじいさんは、2匹分のお餅をネズミの穴に入れてやり、おばあさんは2匹のネズミに小さな回しを縫ってあげました。家に帰った2匹のネズミは、お餅と回しを見つけて大喜びです。喜んだ太っちょネズミは、お土産に持ってきた小判をおじいさんとおばあさんにあげたので、おじいさんとおばあさんはお金持ちになりました。貧しくても優しい心を持って人に親切にしてあげれば、いつかきっと幸せがやってきます。おしまい。若さまは一人。むかしむかし、彦一というとても賢い子供がいました。その噂は隣近所の町や村にまで広がり、とうとうお城の殿様の耳にまで入りました。そんなに利口なら一つとんちの力試しをしてやろう。こうして彦一はお城に呼ばれたのです。彦一がお城の大広間でかしこまっていると、やがて現れた殿様が言いました。そちが巷で評判の彦一じゃな。苦しゅうない表をあげい。ほほう、利発そうな顔をしておるな。ところで世にもお前くらいの若が一人おる。その方、これから若の遊び相手をしてやってくれ。殿様はこう言った後、家来の者に若様を呼びに行かせました。やがて襖が開いて、一人、二人、三人、四人、五人と
同じ着物を着た子供がぞろぞろと入ってきました。着物だけではありません。5人とも兄弟のように顔がよく似ています。どうじゃ、彦一、お前に本当の和歌が当てられるか？さあ、噂に聞く知恵で見事当てたら褒美を使わすぞ。周りにいた家来でさえ若様を当てる自信がありません。それを若様を見たことのない子供が見ただけでわかるはずがないと、殿様は得意顔です。さあどうだ、無理なら無理と正直に言うがよい。ところが彦一はニコニコしながら言いました。どの子も同じように見えますね。しかし、私には本物の若様はちゃんとわかります。本物の若様は手習いの跡と見えて、手に墨がついていますよ。この言葉につられて、本物の若様は自分の手を見て、他の子供はそれを覗き込みました。ところが、どこを探しても墨はついていません。殿様、そのお方が若様です。彦一の賢さに、殿様はすっかり感心して、これは参った、約束通り褒美を使わそう。こうして彦一は山のような褒美をもらうことができたのです。おしまい。3枚のお札。昔々、ある山寺の小坊主が栗拾いに行きたくなりました。和尚さん、山へ栗拾いに行ってもいいですか？小坊主が聞くと、和尚さんは答えました。栗拾いか、しかし山には鬼ババが出るぞ。でも、小坊主がどうしても行きたいとだだをこねるので、和尚さんは3枚のお札を渡して、困ったことがあったら、このお札に願いをかけなさい。きっとお前を助けてくれるじゃろう。と、小坊主を送り出しました。小坊主は山に入ると、あるわあるわ、大きな栗がたくさん落ちています。小坊主が夢中で栗拾いをしていると、突然目の前に鬼ババが現れました。うまそうな坊主じゃ、家に帰って食ってやろう。小坊主は身がすくんでしまい、叫ぶことも逃げ出すこともできません。そしてそのまま鬼ババの家へ連れて行かれました。恐ろしさのあまり、小坊主が小さくなっていると、鬼ババは牙をむいて大きな口を開けました。大変だ、食われてしまうぞ。小坊主はそう思うと、とっさに、うんちがしたい、と言いました。何？うんちだと？ふむ、あれは臭くてまずいからな。仕方ない、早く行って出してこい。鬼ババは小坊主の腰に縄をつけて便所に行かせてくれました。
中に入ると小坊主は早速縄をほどき、それを柱に結びつけると、お札を貼り付けて、お札さん、俺の代わりに返事をしておくれ、と言いつけると窓から逃げ出しました。坊主、うんちはまだか？するとお札が答えました。もう少し、もう少し。しばらくして鬼ババがまた聞きました。坊主、うんちはまだか？もう少し、もう少し。またしばらくして鬼ババが聞きましたが、もう少し、もう少し、と同じことを言うので、もう我慢できん、早く出ろ、と言って、便所の扉を開けてみると、中は空っぽです。ぬぬ、よくも一杯食わせたな。待て。鬼ババは叫びながら、夜道を走る小坊主を追いかけていきました。それを知った小坊主は、二枚目の札を取り出すと、川になれ、と言って、後ろに投げました。すると後ろに川が現れて、鬼ババは流されそうになりました。けれど鬼ババは大口を開けると、川の水をガブガブと飲み干して、また追いかけてきます。小坊主は三枚目の札を出すと、山火事になれ、と言って、後ろに投げました。すると後ろで山火事が起きて、鬼ババを当選棒しましたが、鬼ババはさっき飲んだ川の水を吐き出すと、瞬く間に山火事を消してしまいました。鬼ババはまた追いかけてきます。小坊主は命からがらお寺にたどり着くと、和尚さんに助けを求めました。和尚さん、助けてください。鬼ババです。だからやめておけと言ったのじゃ。まあ、任せておけ。和尚さんは小坊主を後ろに隠すと、追いかけてきた鬼ババに言いました。鬼ババよ、わしの頼みを一つ聞いてくれたら、坊主をお前にやるが、どうだと持ちかけました。いいだろう、何が望みだ。聞くところによると、お前は山のように大きくなることも、豆粒のように小さくなることもできるそうだな。ああ、そうだ。よし。では、豆粒のように小さくなってくれや。お安いご用。鬼ババは答えて体を小さくすると、豆粒のように小さくなりました。和尚さんはその時、すかさず鬼ババを餅の中に丸め込むと、一口で飲み込んでしまいました。おほほほ、ざっとこんなもんじゃい。腹が痛いな、ちと便所に。和尚さんが便所でうんちをすると、うんちの中からたくさんのハエが飛び出してきました。ハエは鬼ババが生まれ変わって日本中に増えていったものだそうです。おしまい。